我々は負けた。この事実だけは決して揺るがない。フランスでの大勝利で足元を見失ったのだ。総統は絶対に勝てると言った。ソ連は国として成り立っているだけで精一杯だと。事実は違った。何もかも違っていた。ヨーロッパ全域で4000万が死んだこの戦争で、ドイツが手に入れたのは2度目の敗北だ。どこで我々は道を踏み間違えたのだろうか。ってことでやる詐欺を続けて早1年、去年の復活動画に書かれてた撮影開始とは何だったのかと思わせる新ハーツオブアイアンシリーズ始まります。腹を切って詫びるべき。おっとここに旧日本軍の生き残りが途中ゆっくり実況車対戦で場を繋いだからセーフ。7週間遅刻その言葉検閲対象にしとくわ。コメント革命不可避。ハーツオブアイアン4、通称ホイ4は初見の方もいるかもなので軽くゲーム紹介。いつものやつ。第二次世界大戦を舞台にした戦略シミュレーションゲームだね。特徴は何と言っても自由度の高さ。1936年に存在した国の9割以上で遊べちゃいます。それはドイツやアメリカ、我ら大日本帝国に加えて旧日本軍の生き残り2人目。ブラジル、モンゴル、タイ、ニカラグア、ルクセンブルクなど文字通り全部あっちゃうんです。遊び方もその分豊富で、大東亜共栄圏の実現、トルコでオスマン帝国復活、共産主義アメリカでソ連と世界征服など様々。オスマン帝国復活プレイは実際にやってるので2年前の古い動画ですがよかったら見てみてください。最近パート1が100万再生超えたぜ。ゲームの解説は以上です。多分あとは見てたらわかります。それより大事なのが今回の撮影がとても特殊であるということ。なんと今回の撮影は全て、視聴者参加のマルチプレイで実施いたしました。しかも終戦らしい終戦を迎えるまで私の独断でエンドレスに続けるという地獄のような耐久企画です。本当にありがとうございました。補足するとマルチ専用モッドを使えばマルチプレイって2時間から4時間で終わるんだな。しかしバニラでやろうとすると6時間から10時間くらいまでかかるぜ。ただバニラマルチで大国の完全降伏まで遊ぶことは時間がかかるからほとんどしないんだな。まあそれを実際にやったらどれぐらい時間がかかったかと言いますと毎週土曜日に6時間撮影という形で合計3ヶ月、66時間かかりました。まあちょっと語弊がありましてこれに1000分撮影してるんです。1戦目はなんとアイザックさんと黒アジさんも参加して、後半では水蒸気さんが飛び入り参加し、15名で送る大規模マルチだったんですが人多くて統率取れない上 IQ2 の私が考えたバランスが完全に崩壊しててお蔵入りしました。マルチの怖いところはやり直せないところでして、これで20時間吹き飛びましたね。何笑ってんだ誰か国家保安本部に連絡しろ。ごめんなさい。その50名に組み直して撮影したのが今回のシリーズとなります。おかげさまで敵がプレイヤーだからこその先が読めない良いものに仕上がりました。この企画に参加された全ての視聴者様に感謝申し上げます。中でも枝豆さん、タムタムさん、七かまどさん、BS3 さん、カウさん、春菊さんには個人的に改めて心から感謝いたします。以上、長くなってしまいましたが今回のシリーズの前提です。ここにスキップした人は軍役の怠慢として懲罰大隊に入ってもらいます。理不尽すぎない？ちなみに今回のマルチでプレイヤーが入ってる国はこんな感じ。そして使用モッドやマルチルールなどは全部概要欄に記載しておきました。色々ときっちり制限してるので気になる人はどうぞ。視覚的にモッドの変化が伝わるのは国の色が違うことぐらいだな。個人的にバニラの日本の薄橙色とか独立カナダのピンクとかが好きじゃなくて国の色を私物するモッドを入れてます。ではゲームスタート。今回プレイする国はドイツ。第一次世界大戦で負けたことでドイツ帝国は没落。すべての海外植民地と一部の国土を喪失して覇権国家の夢はつえるよ。加えて莫大な賠償金を課せられたことで国内経済は未だ不安定なままだね。その後急速的に復興を遂げるけど1929年の世界恐慌でドイツ経済が再び不安定に。そんな社会不安の中で政治は民主主義的なドイツ社会民主党からドイツ国家社会主義労働者党、いわゆるナチ党に移ったよ。そしてナチス政権下で3年が経ったのが今の1936年だね。また全権移民法が制定されてるからナチ党以外の党は全部解体されてる独裁政治状態なのも大事な情報。国家紹介終わり。まあ第二次世界大戦のやべえやつだと思ってくれば幸いだね。もうこれは異国土だろ。ちなみに第一次世界大戦で負けたとはいえ腐っても大国なのがドイツ。この時代もしっかり工業大国です。ドイツの初期工場数は71、世界で3番目の工業力だな。この時点でアメリカおかしくない？合衆国と戦争して滅んだトラウマがあるので今回こそ仲良し外交します。名前からしてダメそう。研究は内政三重視に加えて、機関銃と海兵隊を研究していくよ。今後海を渡る外交が多そうだからね。仲良し外交とは、民需工場もたくさん建てて国を一気に成長させるよ。兵器の生産に必要な軍需工場を建てるのはそれからだね。仲良し外交とは、霊夢殿、会議のお時間です。ああ、それならマリサが代理で出席するよ。まあそういうことだ。承知いたしました。ではこちらへ。私は他にやるべきことがあるからね。では予定通り、3月にはラインラントに軍を推し進めるということですか？私は反対です。今のドイツにそのような賭けをするような余力はありません。
戦争大臣からも反対いたします。現在のフランスは我がドイツの数倍の軍を持つ欧州最大の陸軍国家であることは間違いなく、万が一の場合の長期的戦略及びその予測が不足しているように見受けられます。例の話。ああ、この機会を逃すわけにはいかない。では決行は確定事項ということでしょうか。ならば決行日を遅らせるべきです。せめてフランスを上回る陸軍を。特権で元帥が後ろ盾となるそうだ。ただ人材がまだ足りないように思える。何言ってんだ？かしこまりました。進駐予定日は3月中旬ということで、省内にもお伝えしておきます。結局会議とは名前だけで、実態はただの再確認ではないか。ラインラント進駐は来週だな。英仏と戦争にならないことを祈るばかりだ。そうは言ってもだな。ハイルストラー、総司令部より緊急の連絡です。情報が錯綜しており事態が不鮮明ですが、数時間前、国防軍の一部がドイツ西部にて放棄、多数の戦闘が確認されドイツ全土で内戦状態に陥っている模様です。そんなまさか。この第一次ドイツ革命を立案したのは参謀本部副総長のレイム殿だ。加えてその総長のデック殿も協力されるんだから、陸軍の中枢たる参謀本部だ。まんま寝返ったってことだよ。今頃ナチスは慌てふためいてるだろうな。綿密な根回しをした甲斐があったものだ。ヒトラーがラインラント進駐を強行したことで国防軍内の反ナチ感情を大きく煽れたのも良かったな。ではマンシュタイン、今後の戦略説明を頼む。承知いたしました。具体的にドイツ臨時軍政府の放棄に成功した地域は、キール軍港よりおおよそ左斜め下に戦慄するような形となります。将校は多くついてきてくれた一方、肝心の陸軍師団は影響不足だったようで、我々が保有するのは歩兵11個師団と戦車2個師団、そして民兵24個連隊の合計19万人。対してナチスは戦車1個師団、その他正規軍14個師団に加えて即席の武装親衛隊が多数前線に集まってきてるものとみられ、その数は22万人を上回ると予想されます。空海軍でほぼ同等であることを考えると、陸軍が劣勢なのはかなり厄介だな。全くその通りです。単純な作戦では間違いなく押し負けるでしょう。そこで注目するのはフランクフルト北部の突出した地域です。ここをグデイリアン率いる戦車師団で突破、南部の敵軍を全て包囲、殲滅します。これで敵戦力は半減し、戦局は一気に好転するでしょう。以上が作戦の概要です。いくら相手が同じドイツ人であろうが容赦はするな。奴らは国家を焦土化してでも抵抗するに違いない。全ドイツ国民を守れるのはもはや我々だけである。それでは諸君、ドイツをナチスから解放するぞ。3月13日に新政府軍は全面攻勢を開始した。母なる大地をナチスから浄化せよ。ベルリンを取り戻すのだ。第2、第3装甲師団は早くも突破に成功。1号戦車は音を鳴らしてドイツの森を突き進んでいった。3月17日には分断が完了。敵の装甲師団を含む10万人以上を包囲した。装甲師団はそのまま南進し、レーベンスブルクを越えて敵の武器庫があるミュンヘンを占拠。しかし、狂乱したナチス侵攻者によって焦土作戦が行われていた。とうとうネロ指令を出したか。一刻も早くドイツを救出せねば。新政府幹部は内戦を乗り越えるため大規模徴兵への移行を決定。40歳までが徴兵対象となった。新政府軍はニュルンベルクを抑え、南部の旧政府軍を本格的に締め上げにかかる。敵も味方もドイツ人という奇妙な戦いは、最初こそ道場で交戦を拒否する者まで現れたものの、すぐに状況は変わり、憎悪にまみれた醜い市街地戦となった。故郷が焼かれていく光景を黙って見ていられるドイツ人などいなかったのだ。ワルター・クリューガーの指揮下のもと、猟奇的な忠誠心で抵抗を続けた親衛隊だったが、ヒトラーの誕生日の翌日に交換以外は除隊し、バイエルンの完全制圧に成功した。しかし焦土下で街並みは地獄だ。守るべきドイツを燃やし尽くして何のために戦っているというのだ。この段階での死者数は我らが2万人、対して旧政府は12万人と圧倒的な作戦勝ちを収めている。5月12日には数的有利を生かしてベルリンに向けて全面攻勢を開始。新旧政府軍の戦いは最終局面を迎えていた。突破口にグデイリアンが駆けつけ、内部への浸透作戦を開始。さらに3万人の包囲に成功し、これを殲滅した。また内戦の渦中で戦争経済化を決定。政府が産業を統制し、軍需生産を大きく推し進めるものだ。内戦開始から4ヶ月、最終攻勢が始まった。南北から同時に圧力を強め、ベルリンを目指すというものだ。作戦は無事成功。ベルリン前方にて親衛隊の大半を半ば包囲するような形となり、戦闘によってこれらの移動を拘束、後方が停止となった状態で、第3歩兵師団がベルリンを占領。ヒトラーは自殺したのであった。その後はヒムラーが指揮を取ったものの、ヒトラーの死は旧政府全体の動揺に繋がり、急速的にその力を弱めていった。いくつもの戦線に分断され、焦土化しては敗走を繰り返すありさまであり、積み上がった死体は25万を超えた。破滅的な戦いに追いやられる中、7月13日にナチス政府は降伏したのであった。ここら辺は特に戦災がひどいな。復興には時間がかかるぞ。ただ無事にことが済んでよかった。平和に戻ったのは確かだ。
しかしこれを終わったとして喜ぶわけにはいかない。むしろここから全てが始まるのだから。